今回はネタキャラになっていくガーリング清に対する海外読者たちの反応をまとめました。楽しんでいただけると嬉しいです。それではどうぞ。正直小田がなんでここまでガーリング清を晒し者にしたのかわからん。ゴッドバレーでパワーバランスが完全に壊れたのはわかる。ホーリーナイト団はネグリフされ、シルバーアックスは4スメラギ幹部10番手くらいに蹴られて、士気は情けない行動ばかり。でもガーリング清は別だろ。シャンクスの父親で、イムに最も信頼されてた神の騎士団元リーダーだぞ。それがロックスに一瞬でやられて、しかもオフスクリーンで負けるとかひどすぎる。血まみれの顔で、くって言ってるだけで終わるとか、完全にネタキャラ扱いだろ。ロックス型のホーリーナイトを4人倒すだけでも十分だったのに、なんでわざわざガーリング清を犠牲にしたんだよ。これでシャンクスの格も終わったわ。シャンクスファンには致命傷レベルだな。まるでキッドの時みたいな悲劇だ。マジで説明してくれ。小田は何を考えてんだ。いや、分かってないな。飢えた奴隷との怠慢ならまだガーリング清にかけるわ。あの人ってそもそも強者同士の戦いなんかしてこなかったんだろうな。相手にしてたのは反抗できない奴隷ばっかりで、自分より強い存在に出会ったことがなかった。だからロックスに一発でやられたのも当然だよ。戦場で生きてきた怪物相手に天竜神の飾り騎士が勝てるわけない。それでもあの扱いはひどいけどな。オフスクリーンで終わりとか、ワン騎士場でも最上級の屈辱だろう。神の騎士団のリーダーでイムのワンってポジションだったのに、一撃で転がされて顔だけアップ。これじゃ誰が見てもギャグ。ガーリング清がこれまでやってきたことを考えると余計に悲惨なんだよ。ロックスに1対10にでおられる。息子を失う。シャッキーを失う。サターンが失敗しなければ五郎星にもなれなかった。もう完全に負け続きの人生だろ。戦士としても父親としても敗北して、権力と延命だけが残ったって感じだ。あれだけ神聖視されてたホーリーナイト団も、今じゃ飛び六歩枠みたいな扱いだし、なんかもうネタ化が止まらん。ホーリーナイトってよりホーリーフロードって言われてるのも納得だよな。再生能力にしても自分の力じゃなくイムから与えられたもんだって言われてるし、天竜神って本当に他力本願の象徴だな。マルコと比べられるのも仕方ない。あっちは努力で手に入れた再生力。ガーリング清は生まれでもらっただけ。戦場で仲間を守ってたマルコと奴隷を処刑して越に行ってたガーリング、どっちが本物の戦士かなんて比べるまでもない。ロックス戦で負けたのをきっかけに再生に頼らず鍛え直したって説もあるけど、それが本当なら老けた理由も説明つくな。寿命を削って戦い続けてるならそれはそれで皮肉だよ。不死の力をもらったのにそのせいで命を削るとか。でもだがそこまで考えて描いてるかって言われたら多分違うだろう。いつもの戦闘省略だと思う。ロックスの強さを見せたかったんだろうけど、そのためにガーリングを犠牲にしたせいでキャラの格が地の底まで落ちた。他のホーリーナイトじゃダメだったのかって思うよ。一番上を潰したら下も全部巻き添えになるに決まってる。あれで神の騎士団の威厳は完全に消えた。しかもサターンの失敗で空いた席に滑り込んで五郎星になったとか、どこまでも情けない出世だよな。努力でも功績でもなく単なる人事の運っていうのがまた皮肉。ロックスに粉砕され家族を失い仲間も離れたのに、それでもイムの隣に立ってる。それが今のガーリング清。イムの力で生かされてる時点でもう独立した強者じゃないんだよ。覇王色が使えない征服者って感じだな。覇気より先にプライドを失ってる。天竜神って結局そういう存在なんだろうな。支配者を気取ってるけど根っこは奴隷と変わらない。依存して生きてるだけ。対照的にシャンクスは自分の血を否定して自由を選んだ。そこが決定的な違いだよな。親父は M にこびて延命し、息子は信念を貫いて海へ出た。もう生き様の次元が違う。だからガーリング清は強さを失っただけじゃなく人間性まで失ってる。唯一残ってる希望があるとすれば、イムを裏切る展開しかないだろう。ナポレオンみたいに自分の王を倒してこそ真の戦士に戻れる。もしその展開が来たら再評価されるだろうな。あの屈辱的な敗北にも意味が生まれる。でも今のところはただのイムの犬でしかない。自我を持たない神の傀儡。五郎星になっても何一つ語らないし、行動も全部命令待ち。それで神の騎士名乗ってるのが虚しい。ホーリーナイト団、飛び六、五郎星、大看板、イム、カイドウって例えが出てるけど、多分本当にそんな感じなんだろうな。強さの系譜で言えばもはや上位互換が山ほどいる。それでも昔の栄光にすがってるから惨めなんだよ。ガーリング清に残ってるのは地位と過去の称号だけ。今のままじゃただの敗北の象徴だよ。小田がこの先彼をどう描くかでこの章の評価が決まると思う。ロックスに負けた意味をちゃんと回収してくれたら少しは報われるけどな。でも多分そのまま放置される気がするんだよな。そしてまたどこかでオフスク負け報告される。ガーリング清が救われるとしたら
それは敗北を受け入れて立ち上がる姿を見せた時だけだ。戦闘力でも決闘でもなく、意志で立ち直る姿を描けたら、それこそシャンクスとの対比として完璧だろ。でも今のところそんな兆しはない。オフスクリーンでやられてバナナみたいに転がって終わり。このままだと、神の騎士、じゃなく、物語の犠牲者、だな。正直ロックスが相手なら誰が出ても負けるのは当然なんだけどな。それでも見せ方って大事なんだよ。同じ負けでも、戦って散るのと、画面外で転がるのとでは印象が天と地ほど違う。ガープもロジャーも当時ロックスには勝てなかったけど、ちゃんと立ってたんだよ。ガーリング清は立つことすら許されなかった。神の騎士団が持ってた威厳とか信仰的な重みも一瞬で吹き飛んだな。あれ以来、誰も彼らを恐れなくなった。イムの右腕って立場も形だけだよな。力を持つというより、ただ命令を実行するための手足って感じ。ホーリーナイト団って名前の響きはかっこいいのに、やってることが奴隷いじめばかりだから誰も敬意を持てない。そう考えると、今回の描写は、神の意向を壊すための演出だったのかもしれん。天上人の権威を崩壊させる一手として、ガーリングの敗北は必要だったのかも。それでもやっぱり、やり方が極端すぎるんだよな。小田って時々、本気で描きたいメッセージをギャグのノリで流すから、読者が混乱するんだよ。ロックスが圧倒的な存在ってことは分かったけど、そのせいでガーリング清というキャラが物語的に死んだ。あの敗北をどう生かすか、それが今後の鍵だと思う。シャンクスの父としてもう一度登場して息子と向き合う展開が来たらまだ救いはある。シャンクスにお前は自由を選んだのかと問うだけでも物語に深みが出る。それすら描かれなかったら本当にただの踏み台で終わる。イムの犬で終わるのか、シャンクスの父として立ち直るのか、どっちに転ぶか次第で評価が変わる。今のところは誰が見ても、ガーリング、悲劇の象徴、なんだよな。神を名乗りながら敗北し、家族を失い、権力にすがり続ける、まるで世界政府そのものの縮図だ。そこまで計算して描いてるなら、小田は天才だと思うけど、多分偶然だろうな。結局ロックスの強さを盛るための犠牲者って感じだよ。でもあの一撃で世界政府のメッキが剥がれたのは確かだ。イムの支配は永遠じゃないっていう暗示にも見える。もし最終章でその伏線を拾うならガーリング清の存在も意味を持つんだろうな。奴隷を支配してた側の男が最後に自分の鎖を断ち切る、そんな展開なら最高だ。でも現時点ではただの負け犬貴族だよ。もう少し丁寧に描かれてたら、ここまでネタ扱いされなかったと思う。戦闘も省略され、顔だけ映って終わる。そんな扱い受けたキャラに誰が感情移入できるんだよって話。やっぱだって強キャラを描かずに倒す悪い癖あるよな。ロックスにせよイムにせよ、実際の戦闘を描かないから強さが伝わらないんだよ。ガーリングがもし再登場するならもう一度だけ戦う姿を見せてほしい。それで初めて敗北に意味が生まれる。あの時は負けたけど今は違う。そういう描写があれば救われる。それができなければずっとネタキャラのままだ。ガーリングって名前聞くだけで笑われるようになったのが悲しいんだよ。せめて最後くらい、シャンクスの前で立ってほしいな。自分の過去を悔いて息子に道を託すとか、それくらいの見せ場が欲しい。それが描かれたらみんな手のひら返すと思うぞ。ガーリング清を笑ってた奴らもあのシーンを見て泣くかもしれん。けどそれが無理ならせめてこのまま退場してくれ。もうこれ以上は見てられない。敗北を受け入れて幕を下ろすならまだ潔い。戦わずに死ぬよりは1000倍マシだ。いかがだったでしょうか。これからも最近のワンピースに疑問を抱く読者のコメントをまとめていくのでチャンネル登録と高評価をしていただくと励みになります。